Localize is back! 帰ってまいりました。Localize なんとスーパードミューンにということで、やばすぎでしょこれ。なんだかんだで明けましておめでとうございます。2025年ドラムンベース超会議、ごめんなさい、改めてドラムベース会議ボリューム1ということで、ローカライズプレゼンツでお届けさせていただきます。まずは自己紹介を。私ドラムンベース DJ の哲司田中と申します。よろしくお願いします。はい、 MC のカズと申します。よろしくお願いします。 DJ でプロデューサーの KM ニーナと申します。お願いします。 Hello. I am Areskutkut Villain. はじめまして MCD2 です。よろしくお願いいたします。どうも。すみません、前半から引き続き後半も参加させていただきます。すみません、長丁場。いや、どうもです。マーダーチャンネルの目がたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでね、第1回の、ローカライズオンスーパードミューンなんですけども、今回ね、たまたまこの時期に、ここにいるビレインがね、そうなんです、はい、ボスニアの記載ビレインが、東京に来るっていうところで、参加していただくことになったんですけども、しかもMCD2 がちょっと主催していただいて、そうですね、今週末ちょうど東京でギグがあるということで、それのちょっとご紹介も兼ねての、放送になりますけども、まずじゃあこのビレインのね紹介だけ読み上げさせてください。テクノに影響を受け音楽制作を始めたビレインは、ある日エドラッシュ&オプティカルによる伝説ともなった LP ワームホールを聴き、一瞬にして心を奪われドラムンベースアーティストを志す。2000年初期にはマトリックス&オプティカルオプティブ TV を世に送り出し、ドラムベース界でその名を知られている DMB コレクティブコンタの一員となり、楽曲の制作を中心に活動。彼の楽曲はネットで話題となり、シンドロームオーディオ、シトラス、ライズオーディオなどの有名レーベルからリリースし、オーディオ、エドラッシュ、TV などの著名ドラムンベースアーティストからも一目置かれる存在となった。DJ としても世界中のクラブやフェスティバルでバッドカンパニー、エイス、ブラックサンエンパイアなどのアーティストと同じステージにてパフォーマンスを披露しています。近年ではバッドテイストよりリリースされた EP が BBC レディオ1や UKF にてフューチャーされるなど、これからの活躍に目が離せないと。これがね、数年前のバイオグラフィーなんですけども、今で言うとちょっと音楽好きの皆さんにはおなじみのね、ノイジアのレーベル、ビジョンからもリリースしたりとか精力的に活動しているビレインに関して今日はね、深く紐解いていければなと思います。これ今聴いていただいているのが最新 EP、はい、ビジョンレコーディングスから出てる最新 EP でございます。はい、でそんな感じでインタビューいきましょうかね。僕の左側にいる KM になんか今日はちょっと通訳家として来てくれてて、彼はね今ちょうどアップカミングな東京のねドラムベースプロデューサー DJ なんですけども、もう思春期イギリスで長年過ごしたバリバリの、ジャングリストドラムベースヘッズでもあって、はい、いろいろねビレインにちょっと質問ぶつけてもらおうかなと思います。あと梅さんもね何かあればぜひぜひいろんなトピックいただいて進行できればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけども、まずあれですね、サイバーニューロっていうジャンルがねあるんですけども、サイバーニューロって何ぞやっていうところでちょっと皆さん軽く。いやサイバーニューロはでもやっぱビラインが提唱しているジャンルってイメージがありますね。そうですよね。あ、そうですね、その前にニューロファンクですかね。そうですね、ニューロファンクがあってサイバーニューロをなんかこう展開しているイメージがありますね。だから結構パイオニアというかオリジネーターなんじゃないでしょうかね。そうですよね。ちょっとその違いがちょっとよくわからないというか方もいらっしゃると思うんで、その部分ちょっとお聞きしたいですよね。もうぜひ本人に。そうですね。じゃあニューロファンクがあって、そこからサイバーニューロってジャンルをビレインが言うたらこう発明提唱したわけやけど、どういうものなのか教えてもらっていいって聞いてもらっていい？ So basically there's neurofunk and cyber neuro that you probably invented, or like you're the pioneer of it. So like what's the difference between like the neurofunk and the cyber neuro? Well, I think what the attempt of Cyberneuro is to bring more visual arts into the whole expression of it, and also bring more rave sound into existing neurofunk scene, and kind of
play more with genres and bring more interesting elements. So it makes Neurofunk more interesting and more also visual. I think the most simplified way to explain what Cyberneuro is the next idea of making Neurofunk a little bit more with all that we know how cyberpunk sounds. Now we can take those elements and make it more like as a genre as well. まあ簡単に説明すると、そのよりサイバーパンクに近い作るのがサイバーニューロであって、それにビジュアルアーツとかそういうのをいろいろ足していくっていうのが、まあそのサイバーニューロの原点だと言ってましたね。なるほど、それがデフィニッションということで、ありがとうございます。じゃあそもそもまあ今ね、そんな話聞いて、ニューロファンクっていうと田中氏説明するとしたらどうやって、まあそうですね、まあ、サイバー的なサウンドでさらにテッキーでもありで若干まあダークの要素もあるっていう、まあ近未来的サウンドな感じですかね。いわゆるサブジャンルの一つですよね。そうですね、ドラムベースの中のサブジャンルで、で大体でも98年ぐらいちょっと発生したような感じがしますよね。バッドカンパニーだったり、ね、エドラッシュ&オプティカルだったり、まあその辺がこうテクノロジーの機材系をこう用いてサイバー的なサウンドを作り上げるみたいな。なるほど。まあいわゆるそのねニューロファンクがって言われる前にこう、テックステップっていうね、そうですね、サブジャンルもあったりして、テックステップっていうのもあったりして、あとダークなサイバーサウンドもあったりして、ちょっとそこからさらに進化したのがニューロファンクかなっていうとこですね。大体でも起源的に梅さんどうですかね、2010年代以降とか。なんか自分は、多分後追いなんですけど、強く意識したのはやっぱ2010年以降ですね。ですよね。やっぱ例えばステートオブマインドとか、ニュージーランドブラックサイエンパイアとか、やっぱでも一番でかいのはノイジアですかね。そのなんかオランダ勢が、そうですね、オランダの人多いですね。勢がなんか関与してそこから派生したみたいな。なんかブラックアウトミュージックとか、人たちがなんか割とそうなのかなと。でなんかテックステップってすごくインダストリアルな音色と、まあすごく硬くてミニマルなものがテックステップだと思ってて、ニューロファンクはやっぱりその名前の通りやっぱりファンクがやっぱあるというか、ベースラインがうねって、ドラムもこうやっぱりそうテックステップよりはちょっとタイトでこう、リズミカル、なんかよりフューチャーファンクというか、が走ったサウンドというかますね。ありがとうございます。じゃあまあその辺でね今ちょっとワード出ましたけども、まあビジョンレコーディングノイジアとの出会いについて可能な範囲でちょっと見ればなと思うけど、ゲームお願い。So like, how did you meet Noisia? Oh, that's well, long story short, I guess. Noisia was my work already by some process that I already had a lot of releases and stuff, and I think what really caught their attention was my remix for Tetsuo's Redemption, and there was this quote from Nick saying like it's one of their favorite tracks, and we really connected, and I think from that point was a matter of time for me to new interesting sound label. Yes, is the start of it because I'm already working on the next releases for it. It's spontaneous, but that's the best way to make connections. もともとその度重なるリリースで一応その認知されて Tetris Redemption っていう曲を出した時、ノイジアのニックさんがその曲をすごい気に入ってくれて、それが一番の好きな曲って言ってくれて、そこからいろいろコンタクト取り合って、まあリリースするようになったって感じですね。なるほど。じゃあその流れでちょっと、まあ、2020
年ぐらいかな、ビジョンから立て続けにEP とかシングル出してて、まあ、その辺のもし制作秘話とかなんかそういうのがあれば。そうだね、特にこのディファレントアイズの最近のねビレインがリリースしたビジョンからのリリースに関して何か面白いトピックあったらぜひ聞かせてほしいね。So, like, is there any like interesting topic about the release from Vision? I think they wanted to have all kinds of to showcase all kinds of this idea what cyber neuro can be, and I think what you mentioned before, like how neurofunk became what it is like, and how it's progressing from tech step to funky bass lines, becoming a future bass and stuff. I think the next step is to everything to sound more cinematic and have sound design elements to it, which brings us closer to an experience of a track that almost feels like we're watching some film. So I think they wanted the biggest different tracks all in one pack. 簡単に説明すると、その彼の EP は今回の EP は特にそのシネマティックサウンドとかいろんなサウンドデザインの仕方によってその曲が一つの映画のようにするように表現したって言ってました。なるほど、ありがとうございます。じゃあもうついでにね、このディファレントアイズのジャケットもう結構これなんか日本のねアニメカルチャーに影響を受けてそうな気配もするけども、これどういった経緯でこういうデザインになったか。So the jacket for your EP is, as you can see, is really influenced by the anime and the anime culture of Japan. So like, how did you decide to like make the label jacket? Well, I guess this whole idea of narratives has its history. I'm influenced by the birthplace, which I consider to be Japan when it comes to the power of narrative visuals because of the manga culture, because of the anime culture. A lot of amazing illustrators making amazing stories. It's just one panel. And if we can translate that and put it on vinyl artworks, it works even better. So I guess this is how I approach my artworks for every release, as if it's some kind of an existing film. もともとそのようなそういうアニメのカルチャーとかにすごいインスパイアを受けてて、やっぱそういうのをやっぱこういう音楽と一緒にジャケットで表すことによって、まあ簡単に説明すると、まあよりよく表現できるんじゃないかなみたいなことを言ってたと思います。なるほど。ついでにこの流れでもうちょっと深く掘っていきたいんだけど、前にちょっとビレインね自分たちの番組来た時にインタビューした時に、一番好きなアニメ教えてよって言ったらゴースト・イン・ザ・シェルっていうのが出てきて、そういったところもあるけど日本のサブカルチャーに影響されたきっかけとかなんか経緯とかあったら教えてほしいなと。So when cars ask you what's your favorite anime and that you said your favorite anime is Ghost in the Shell. So like what's like the first like reason that you got inspired with that? I think it's a very powerful narrative. It goes into a different way of describing things, and for the many other countries, it came with a surprise because you don't see that type of narrative in many films. Hollywood has its standards, many other studios, many other places, but in '95, the world witnessed the explosion of this crazy budget that allowed a lot of animators to do whatever they wanted, and that's very interesting about Japan. Is when they just had so much freedom to do, and you know what happens when you have so much freedom, like very amazing things happens. And I guess I was lucky enough, like many other people, to see some amazing works from '90s that actually came from Japan, and it was like dark science fictions. They're quite different to this day, and that's actually all we need to know, like a test of time. その1995年から5年ぐらいからそのこういうアニメのアニメーターが結構いろんな表現の仕方がすごい自由になって、やっぱそういうとこがすごいオリジナルで、特にダークな SF な感じのそういうアニメとかがすごいインスパイアを受けて、そういうとこはやっぱ日本独自のカルチャーなんで、そういうとこにインスパイアを受けたって言ってます。
じゃあ僕から質問ですけれども、ちょっと現在進行形のニューロファンクシーンの動向とか、その辺についてちょっとお聞きしたいんですけど。So what do you think about the Neurofunk culture right now? It is having its own kind of spotlight. It's very different from when it started. Like any other thing that happens with time, it evolves and devolves. It has nice sounds, some sounds that I don't also like. That's not a problem with it. It's like any other art as well. But most importantly, with the ease of technology, I guess, there's so much people now that can make and already know certain rules, knows to how to imitate the classical sound of neurofunk and everything. So it's amazing to actually keep on discovering more artists that are doing something, and also see like how neurofunk is also going to trying to tap into a mainstream. It's kind of weird. But yeah, now the industry is bigger than ever, I guess. もちろんそのそのニューロファンクが今結構進化してて、その昔のニューロファンクの起源とはやっぱちょっと違いますけど、やっぱ今現在そのニューロファンクのシーンは結構今一番大きいって思ってて、でもどっちかっていうとメインストリーム寄りになってる場合もありますけど、でもやっぱ可能性もすごいあるんじゃないかなみたいなことは言ってます。ね、インダストリーね、ビガザンエバー言うてましたけども、でもまさにその感じがね、インターネットでチェックしてる限りでもやっぱ感じるから、この辺のムーブメントね、日本でもね、ちょっとなんか発信地になりたいなと思いつつ、こう梅さんから何かね、ビレインに結構聞きたいこと多いんですけど、ぜひぜひぜひお願いします。じゃあまずこのビジョンに関連する質問なんですけど、ノイジャーが解散しちゃったじゃないですか。結構 C の象徴的な存在だと思うんですけど、で最後にビラインもそのリミックスシリーズに参加されてて、ノイジャーのそのファイナルので、彼らの解散っていうのはどういうふうに捉えてますかね。So Noisia aren't like a trio anymore. They're like individual now. So what do you think about that right now? Well, I think it's a natural path for musicians to decide to make whatever they want. This is a very individual decision, and I think, like, I mean, I can't be very direct about it because, like, I know them, so I know that they just wanted to make a different kind of music and stuff. But you can still see that they have the same type of expressionism on their own paths now. So their label is intact. It's still working. They're still all together. Go through some of the stuff and they listen through it. And they have the radio. So they still indirectly keep that whole idea about the vision alive, thanks to the label and events and radio. もちろんその解散したのはやっぱ結構自然的なものだと感じてらっしゃってて、でも今現在でもその3人もみんな同じような感じの音楽を表現してて、やっぱそれは結構自然的なものであって、まあもちろんビレーンさんももちろん親交が深いわけで、まあ自然的なものなんじゃないかなみたいなことをおっしゃっております。なるほど。よければ続けてぜひぜひお願いします。なんか彼の音楽ってニューロファンクの中でも、かなり特殊な存在だと思うんですね。やっぱり、IDM だったり、テクノだったりグリッチだったりっていう、いろんな音楽の要素が彼の音楽の中にはあると思っていて、でやっぱりそのストレートなニューロファンクとはちょっと違うかなと思うんですね。やっぱプレイする時でもやっぱ DJ の方もそれは感じるのかなと思うんですけれども、自分はドラムンベースを作ってる、もしくはニューロファンクを作ってるっていう意識ってどれくらいあるのかなと、もしくはもう自分のオリジナルの音楽を作ってるようなファンとしては意識があるんですけど、自分はドラムンベースアーティストだとどれくらい思ってるのかなっていう。So your neurofunk tunes are really unique, like combining different genres such as like IBM, techno, and different genres. So like when you consider that, when you think about as you as a drum and bass artist, like how deep do you consider it, like as a genre? Yeah, as a drum and bass artist. Well, that's I guess
my excuse is exactly why I said like I'm making cyber neuro. It's as simple as that, because there was a moment where I actually asked myself that exact question: what am I making now, and what do I want to make? And I think the honest question to myself was, I am making whatever the hell that I want, and whatever the f I mean, I guess this is where I just decided, okay, is it futuristic? Okay, let's make it like that. And the natural answer was just, I think this sounds like cyber neuro. まあ自分そのビレインさんが作ってる音楽が結構ニューロファンクの中でも結構ユニークなんで、だからまあサイバーニューロって自分の音楽がサイバーニューロだって言ってるわけで、なんか自分でも自分何作ってるんだろうって問いただすこともあると思うんですけど、やっぱ自分が一番作りたいものを作るっていう感じですね。なるほど。I mean, this means like that I can change tempos as well, like because it's a blank page, and I like the blank page idea of like when we're met with genres, there's certain rules where it's almost like we have to play by the rules. If we don't, it's not a genre. But if we have a blank page and people asking me like, what is cyber? And I'm like, yeah, whatever. Like you can go further, and that was the idea about it. ルールにとらわれないで、そういう音楽の自分が作りたいものを作って、やっぱその空白のページを埋めていくっていう感じで、自分のやりたい表現の仕方で曲を表現していくっていう感じです。なるほど。なんかそのやっぱりすごく独創性の高い音楽をもう10年ぐらい、もう10年以上作ってると思うんですけど、やっぱりカテゴライズとしてはドラムンベースだと思うんですけど、やっぱりすごくアーティスティックな音楽を一貫して作ってるなと思って、だからその例えばドラムンベースってルールが結構あると思うんですよね。170台の BPM であったりイントロだったりとかって、そういうテンプレートがあることってその作家性にストレスにならないんですかね。Like in all music genres, there's particular rules about tempos. For example, drum and bass, it's normally like 170 to 175. So when you think about the rules and stuff, do you like feel stressed about it or? Well, I do, because now I have to introduce people to tempo changing sets. For example, if I'm playing something, if I'm playing it really depends from the party to party. There's in Europe there's some festivals and clubs or like parties where it's very strictly drum and bass. So like I have a habit to ask people like, well, what are we playing? Can I play this? Can I play this? Like that's a little bit of a negotiation from promoter to promoter, but I'm glad that we're in this new era where there's people who are open to all kinds of surprise elements in sets. So there's no stress like before. Yeah. 昔は結構そういうストレスを感じることがあったんですけど、なんでかっていうと、そのイベント、例えばドラムベースのイベントだったらやっぱそのプロモーターによっては全部175とか全部ドラムベースっていう時もあるんですけど、今やっぱ時代の変化によっていろんなテンポとかでもジャンルでも受け入れてくれるようになったから、結構ストレスを感じにくくなったと言ってます。それってやっぱりハーフタイムの影響とかもあるんですかね。Does half time really affect like Well, it's definitely there on a release. Because like that's the most friendly one to kind of switch from like 172 to half of it, which made me create a lot of tracks in that dimension, and I can easily kind of go back and forth, and people actually kind of find that the most friendly transition between those two. It's a bit more trickier if you go with the breakbeat or jungle is okay. Like if you go a little slower, if you start switching with it, there's like certain tracks that I can make. This first part is gonna be like drum bass, the second is gonna be dubstep, but that's not a lot of situations like that. So
yeah, halftime would be like the next neighbor, the sister moment, like with the whole set's expression. もちろんやっぱそのハーフタイムの影響はすごい大きくて、そのやっぱ曲のトランジションの時にハーフタイムの方がつなぎやすかったり、そういうブレイクビートとかをつなげる時はやっぱ難しいみたいな感じで、ハーフタイムの影響は大きいらしいです。I like it personally because I also come from the hip hop history. I used to make a lot of hip hop beats to different MCs, and that kept me so much active. I had at one point until like 2004, I had made around like 1,800 hip hop beats, and that was a lot, like with techno as well. And I'm glad I can now bring a little bit of that experience back into what I'm making now. もともとすごいヒップホップのカルチャーから来てて、2004年ぐらいから1800曲ぐらい自分でも作ってて、そういうのを今そういうヒップホップのそのカルチャーをインスパイアしていろいろできてるのもできてていいなみたいな感じです。ありがとうございます。これだけね多彩なビレインなんですけど、今ちょっとお話あったんですけども、ヒップホップのバックグラウンドがあって、今もボスニアのねグラフィティクルーにも所属してたり、こうほんまのアートの方もね結構すごくて、その辺もよかったらね皆さんぜひぜひ掘っていただきたいなというところで、まだまだ多彩でね、音楽はもちろんなんですけど、フィジティブっていうそう映画短編映画、セルフプロデュースの短編映画があって、それについてちょっと聞かせていただきたいんですけども。So we want to hear about your self-produced movie called Fugitive. So can you explain a little bit about it? I think that was a part of this justification. Why should I make something further than just like music and try to bring visuals to it? Like this consistent story that I've been releasing with the artworks actually started having its own written stories, and they expanded into a bigger written stories until there was enough materials to create an actual short film. The original idea was to create a music video that explains one of the tracks from the Lance and Breached album called Reincarnation, but we made so much video about this that we just decided to make it a film. It was very spontaneous. So, さっきのビジョンの時と同様にやっぱアートとそのビジュアルアートと音楽を融合させようとしてて、最初にその Lands and Breach っていう EP があって、その時にミュージックビデオを作って、その延長線上からその Fugitive って映画を作ろうと考えたそうです。ありがとう。もうめちゃめちゃぶっ飛ぶ作品なんで、ぜひ、ね、これでもぜひ見ていただきたいですよね。はい、じゃあなんか田中君からあれば。じゃあ僕から海外の大型フェス、ランページとかアウトルックとか出演してると思うんですけれども、その辺のちょっと感想とか、あとベストギグをちょっと聞きたいですね、最近の。So you played in different like big festivals like Rampage and like Outlook Festival. So what's your like? What do you think about those festivals? And another question is, what was your favorite gig? So what I think about these festivals, they're chaotic. They're really big, and what happens there is definitely beautiful memories. And I think my favorite there should be like Rampage, because of the size of operation that we had to do for the dynamic lights and visuals. This is the first time we'd used Unreal Engine on and the scale of animation was like 6K, I think. Yeah. And yeah, that was like 15,000 people, and it was just crazy. Like, yeah. 一言で言うと、そのランページとかアウトルックはクレイジーだと。やっぱそのその空間がクレイジーで、一番その印象に残って気に入ってるギグはランページで、なんでかっていうと、やっぱそのライトとか照明とかそういうセッティングとかがすごい好きだったらしいです。
ありがとう。じゃあね、まだちょっと一言も発してない、MCD2 にもね、ちょっとなんか、どうもこの機会なんで、はいビレインと話しときたいことを、もしくはね、今見てくれてる人にちょっと知っておいてもらいたいことなどあったら。知ってみてもらいたいことそもそもだって1曲やってますからね、もうリリースしてない。そうですね。そうですね、8年前ぐらいに「ランシンガイア」っていう曲があって、で、出会いがそこからなんですよね。なるほど。でそれで今8年後もこうやって一緒に音楽作らせてもらってるっていう状態です。いわゆるこう、ちょっと無理やり日本語ラップみたいな文脈に乗せていくと、サイバーニューロに日本語ラップ乗せたってことで、結構エポックな曲だと僕勝手に思ってて、なるほど。また機会あったらぜひ皆さん聴いていただきたいなと思うんですけど、聞く人によってはそう捉える人もいるのかなと。でも確実なヒップホップを送ってくれたんですよね。ビレインのね、トラックがね、その曲はだからもうお互いその時は話しててもカンパニーフローとかに影響を受けてるとか、ビレインと話す前からヒップホップの影響を受けてんだなっていうのを一発で分かるっていう。だから僕にとってそのニューロとかさっき梅ヶ谷さんが言ってたような、ジャンルの垣根のない人だなっていうのはもう一発で分かってる方なんで、本当すごいいい人と出会えたなと。で僕なんか MC の立場だから何でもできなきゃいけないっていうわりかし数も同じこと考えてると思うんだけど、でもやっぱそういう意味ではすごく過去もそうだし今進行形でもいい音楽に携われてるかなっていうのはすごく感謝してます彼に。一応そんな感じです。ここで言っていいんか分かんないですけど言っちゃいますけど、あえてなんか新しい曲作ってるって噂も聞いたんですけど、作ってるだけですね。ただ作ってるだけなんで。じゃあビレインになんか D2 と一緒に曲作ってるって噂聞いたけど、それって本当なの？言っていいの？でカーズが言ってたって言って。 So MC Cars says there's a rumor that you and MCD2 are making tunes. Is it alright? We say in public. Yeah, that's correct. We've done some already before, and I think this is another like series of thing, and I'm really enjoying actually working with him. Even when I don't understand at first what the lyrics are, he always send me the lyrics, like translations and stuff, and I'm like, I don't know, like I like the idea of this combination, so yeah. そうですね、なんかその噂は本当らしくて、なるほど。それで一応この多分8年前先ほどおっしゃったように曲も一緒に作ってて、いつも離陸とかはやっぱビレンさん日本語だと分かんないんで、でも D2 さんがその通訳日本語で英語で置き換えて送ってくれて、やっぱ一緒に曲作るの楽しいなって言ってました。いいっすね。じゃあ田中さんここらで一曲ちょっと投下しますか？そうですね。これ何を聞かせてくれるんでしょう？これはこっからのトークテーマとしてニューロファンクの起源。ニューロファンクの起源。そのちょっと源流的な曲をちょっと私選んできました。こちらどうぞ。お願いします。これかけながら喋っていい？そうだね。喋れますか？これはいわゆる一般的にニューロファンクが始まりだしたぞっていう時の曲っていうんですか？ニューロファンクというかダークサイバーチューンと、さらにテックステップの中間かなっていう曲で思ってて。じゃあアーティストはどなたになるんですか？これはエドラッシュ&オプティカルのファンクションという曲です。なるほど。ちょっとね、前の観覧車の方もニコってしてる方もいらっしゃいますけど、やっぱり好きですよね、この辺ね。最高っすよね。しかも V レコーディングスっていうのがやばいのこれね。この辺が草分け的というか。そうだね。特にこの98年っていうのが多分この辺のサウンドのなんか起源的な。それこそね、冒頭で僕読み上げさせてもらったビレインの数年前のバイオグラフィーにもやっぱりエドオープのワームホールって入ってて、さっき言ってたよね。これ同年ぐらいに出てますよね、確かね。これはどっちかって言ったらちょっとテックステップより。なるほど。でもこっから結構いろいろ草分け派生していったような感覚もあります、ね。もう正直難しい横文字ばっかりで何言ってるか分かんない視聴者の方大半だと思うんで、この辺を今後ね、回を重ねるごとに紐解いていければなと思いつつね、第1回送らせていただいてますけども、特にこの辺ビレインはどうですかね？
この曲とかどう思う？ファンクション。 So what do you think about these tracks from like a Russian optical, like from the 98? I guess it goes in the same direction where you have so much freedom. You start creating some crazy stuff, and you start like being really kind of more free to break the rules and create a new form. And this is exactly what the Russian Optical were doing at the time, and they were quite surprising because not much people were actually attempting to go that far and create something that is really, really refreshing and new. Yeah. やっぱそのルールを破ってやっぱすごい自分の独創的なことを当時エドラッシュとオプティカルはこの曲、まあ例を挙げるとこの曲などで表現してたんで、やっぱやばいなみたいな感じです。ありがとでもこの98年って結構バッドカンパニーとかこのオプティカルが結構マニピュレーターやってて、はいはいはい、グルーブライダーのうん、ミステリー・オブ・ファンクとか、はい、あの辺とか作ってたりして、あれももうほんとダークサイバー系のね金字塔アルバム的な感じですよね。この辺どうですかね、梅さん。もういわゆるノー U ターン周辺みたいなものはすごい、エドラッシュニコとかトレースがやっぱすごいいろんなジャンルに影響を与えてるなと思いますね、はいはい、そっち派生したのがテックステップですよね。ちょっとディサイファーとかもこの後ぐらいに出てくるんですね、多分ね、レーベル的にね。2000年以降みたいな、ハードウェアとかどうなんだろう、そこら辺の話とか聞いてもらえないかな。いいですね。あ、ですね。 So what do you think about labels like Renegade Hardware? Yeah, I think like they just I think after a few accidental, like I call these tracks accidental or releases accidental because after them there's a whole explosion of this. Everybody's like, oh, well, we should try it too. We should try it. Like so, there's an explosion of really nice labels, and I think Renegade Hardware was one of them. But also, like aside of like, let's say at Russian Optical, there was a moment where Conflict or Kemal also said, okay, let's do what we just heard with Neurofunk, but let's bring Tech Step back and bring it even further, and also bring like UK techno into it with the arpeggiators and stuff like that. So it was a very interesting era to see. I'm speaking of Kemal because the most known track that was released on Renegade Hardware was Messiah at the time, and lots of people got to know the label because of that track. まあレネゲードハードウェアとか、まあ、もちろん他のレーベルもそうなんですけど、そのルールにとらわれずから破ってたまに曲を作ってそれで爆発的に例え例を挙げるとコンフリクトのメサイアとかもそれが一番いい例で、そのテックステップを持って帰ってきてリリースしたら爆発的人気を得たみたいな。なるほど、すごい貴重な話聞けたなと。いいとこでね、実ちょっとレネゲードハードウェアの話出してくれて、ここでちょっと告知一発させてほしいんですけども、ちょっと来月2月21日にその噂のレネゲードハードウェア、老舗中の老舗のレーベル30周年記念したイベントがなんと東京で開催ということで、日本で、はい、でレーベルのボスのクレイトン氏もやってくるってことで、私も出演させていただくんですけども、渋谷エイジアにてでっかく開催ですので、2月21日とりあえずぜひぜひね、マークしといていただけたら嬉しいです。はい、レネゲードハードウェアの真髄をね、みんなで浴びましょう。これはやばいですね。はい。じゃあこのまま続いていろんな曲いきましょうかね。これMC でいつ選曲の一曲です。お願いします。じゃあせっかくなんでこれ D2 氏から曲紹介お願いします。これはもう誰もが知るノイジアのスティグマっていう曲なんですけれども、ちょっと議題振られてニューロファンクの起源みたいな感じなんですけれども、どうでしょう、うちら世代もこっからかなと思うんですよね、音的に。やっぱり確かにこれ2015年とかだから2010年じゃない
2010年か、15年ぐらい前でまだ31とかだったから、なんかそんな感じだったんだよね。あれこれ違くない？そうだっけ？スティグマじゃない？スティグマ、あ、そう。とりあえずまあそうですね。久々に聞いてちょっと忘れてしまいました。まあ一番やっぱりノイジャーかなっていうところで、振られたらやっぱこれが一番頭に浮かぶっていう感じで、当時やっぱこれすごいみんなびっくりしたと思うんですよ。ドラムベースヘッズはすごい音出すなみたいな、でもやっぱニューロファンクの始まりってもしかしたらこっからなのかなって、もうその流れはあったけど、さっき話したようにテックステップとか一番影響を受けされましたね。はい。1番しか持ってきてなくて、で音を持ってきてないんですよ。ジャケットだけ。はい。これじゃないです。どういう感じ？多分僕ね、フォークだけなんですよね。今だけやったんですけど、はい。入ってないです。そんなこんなで今聴いていただいているのがノイズヤのスティグマっていう曲でございました。 D2 セレクションでございます。ちょっとね X でもいろいろコメントいただいてて、ノーユーターンとかレネゲードハードウェアとかね、今令和だよねってことで、まさにで、まだこの辺の話が聞けるのもなかなかない機会なんでね、ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますけども、まだねどんどんなんかもし梅さんとかビレインに質問等々もしくは何かあれば、じゃあせっかくなんで、高橋さん画像の2番お願いしていいですか。今日ちょっと前に彼にインタビューというか、コラムを執筆していただいたことがあって、その時に提供していただいた写真なんですけど、これがあれですね、さっきそれこそ彼が話にもしてたプロダクション IG の石川光久さんとお会いした時の写真みたいで、これどういう写真だけ送られてきた気がしたんですけど、どういういきさつであって何をしたのかをちょっと改めてお聞きしたいんですけれども。So can you briefly explain like how you met the man on the person on the picture, and what do you talk about it, and like your experience about meeting him as well? Yeah, he had 2 workshops in Sarajevo, in my city, and it was about the idea of narrative. It was also presenting it to young writers and actors in our city. So introducing the animation, and I brought the track that was particularly narrative, and it was indirectly tied to the idea of Fiber Twist. That was the name of the track. It was tied to the idea of the artificial intelligence at the time, in the style of an anime or a manga. And I said like, we want to have like a reward on my page and stuff, like yeah, like he said like, what's on the vinyl, and I said like, well,
this is the story, and it's like, okay, that's great. That was pretty much brief at the time. But yeah, I think at that point, somewhere along the line, I introduced the idea of that the vinyl can have a part of this world, and I'm glad he understood that. I guess that was like almost like a birth of Cyber Neuro at that point. 今彼が住んでる町で写真に写られた男性の方が、2回ワークショップやってて、そこでいろいろ話して、その写真のバイナル持ってる写真があると思うんですけど、それはなんかビレインさんの曲のバイナルで、それが僕のストーリーだってことで写真を撮られたらしいです。なるほど。めっちゃ素敵なエピソードですね。ですね。ね、なかなか会えないですよね。そうっすよね。普通に日本人でもちょっとね、会えない裏山みたいなねお話ですけども、じゃあちょっとね時間も差し迫ってきたので、あと最後ちょっと僕からねちょっとアーティストビレイにぜひね今見てる人、特に東京住んでる人とかいたら耳寄りな情報になると思うんで、アーティファクトについて、今回のアーティファクトについて教えてくれって聞いてもらっていい？ So can you tell us briefly about the artifact about 彼ねアーティストなんですけども、その辺に転がった石にね自分のオリジナルのアート書いて行き先々で残していくっていう癖というか、こうアーティスト活動やってるんですよ。でそれについてちょっと聞きたくて。Okay, so you have the artifacts with the stone where you leave in different places. Can you tell me like briefly about that? Well, it became an unintended idea, but it's now a kind of normal thing wherever I travel for. And I like to say, since 2012, maybe I have, wherever I traveled, I left a lot of those like painted rocks that actually have an illustration painting on a rock with an eye, because that's what I was drawing since I was a kid. And I would leave information on the other side. So since 2012 or 2013, I have left over 8,000 rocks around the world. Yeah, it's a little bit crazy, but when it started, it was a nice story to see people finding it and contacted me, and everyone have a nice special story about it. And I kept doing it because I think that was a totally new way to connect with people with art. もともとあんま深く考えずにいろんなところに置いてたりしてたんですけど、今2012年からそのビレインさんが違う国に行くにつれて今8000個いろんな場所に石を残してて、それでやっぱその残すことによって残すいいこと、そのいい点についてはなんかその拾った人がコンタクトしてくれたり、そのような形でなんかアートとして通じ合えるっていうのがすごい楽しくていいなって言ってます。ありがとう。じゃあ今回の滞在で僕たちはゲットするチャンスあるか聞いてもらっていい？とでヒントもあればよろしく。So during your stay in Japan right now, are you gonna leave any artifact and like can you give us a hint where you're gonna leave it? Of course I will, and I hope people will pick it up. Last time there was some people were too polite in Nakano Broadway. Somebody contacted me and said, "I found your rock, and I'm sorry, I'm going to return it where I found it." And I said, "No, it's yours. You can keep it." もちろん今回の滞在でも残すって言ってまして、前回日本に来られた時に中野ブロードウェイに一つ置いたんですけど、その拾った人がすごい親切な方でコンタクトしてくれて、その元の場所に戻しますって言ったらしいです。すごいね、書くの早いんだよね。去年スタジオ一緒に入ってて、いきなりポッケから石ポッて出してペンでバーって書き出して、もう常にペンを持って歩いてるみたいな。いいですね。もうその前の話がもうめっちゃ日本の素敵なねエピソード聞けたなと思ってはい、とりあえずさっきねちらっと裏で聞いた話だと、渋谷うろついてたらもしかするかもよということでね、よかったら探してみてください。パルコ周辺よっていう、はい、ところですけども、じゃあ田中さん時間もあれなんで、そうですね、はい、じゃあ最後の曲ビレインの過去作かけます。お願いします。
というわけでビレインの、こちらはフィーフォースピード、これ名曲ですね。この辺のちょっと制作秘話というか若干お聞きしたいですけど。So can you tell us about the production story about this EP on Eatbrain? I think like this was a collab with Codin, and what we wanted to kind of describe in this track, for example, in the whole EP, is like unstoppable, some unstoppable speed, like unstoppable force. And I think the idea is this track had so many different progressions, it was almost funny. It looks like a really weird experiment, but we wanted to make the track that sounds like the car that has no brakes. Yeah. 多分この曲はコーディンっていうもう一人のプロデューサーとコラボした曲なんですけど、この EP 全体で表現したかったことは、まあ、簡単に説明すると、その車がそのブレーキがない車を表現したかった、アンストッパブルなことを表現したかったらしいです。なるほど、まさにそんな曲ですよねこれね。でそんなこんなで、いよいよ今週末なんですよね。はい、はい。ビレインが東京でギグをするぞということで、1月18日土曜日サーカス東京にてでっかく開催でございます。パーティー名がベースメイトという、イベントなんですけども、もちろんゲストには、ビレインビジョンレコーディングスレップしてきてくれます。あとね、韓国ソウルからゼオミってアーティストもねやってきてくれてます。彼もね今ときめくアーティストの一人でバッドテイストレコーディングスでね名門中の名門からリリースしてる、まあ、韓国人のアーティストなんですけども、まあ、日本でもねかなりプロプスあっていいサウンド聞かせてくれると思います。メインフロアね、ここにいる哲司、田中、はい、あと DJ 豊、あと佐古さん、ATC、淳、あとここにいるね KM27 も出ますし、 MC には私プラス MCD2 ももちろん出ます。新しい曲も聴けるのではないだろうかっていう感じですけど、ライブもあるみたいね。そうですね、やります。はい、おこがましながらすいません。いやいや、もうめちゃめちゃ楽しみですね。あとメティスっていうレゲエシンガーも出るんで、ライブやるんで。メティスってね、思った方もいらっしゃるかもしれないですけども、なかなかね濃い夜になると思いますので、1月18日土曜日サーカス東京渋谷でございます。ぜひぜひ、お待ちしております。お待ちしてます。はい。ではじゃあこんな感じでちょっと第1回ドラベース会議、はい、終了いたしますか。はい。では改めまして上川さん D2
KM27 鉄井さんなんか、そしてビレインお越しくださりありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ここからはちょっと DJ タイムということでお願いします。
ドラムベース会議 Vol.1 彩りがさら別さなかなんでおもつなかカゼクシーよろしくお願いします。歴史紐解くようなセット約20分弱坂の坂の会の夜を Go DJ, bro DJ, go! What's the beat? Sing it down to new row. Go DJ, bro DJ, go! This is an academic county to see. Lock on. Break it down.終業コンスーマスでございます。This Saturday night 1月18日サーカス東京にてビレッジャパンとパーティー名がベースメイド。ここにいる鉄人さんなんかそしてカーティ MC も出ます。もちろんビレインも出ます。 MCT2 も出ます。全員大集結でお願いします。シャングリース YO スーパードミューンローカライズ始まりました。記念すべき第1回目ということで、ちょっと緊張しつつねやらせてもらってるんですけども、いい感じにね踊ってくださってる方も美味しい酒ドリンク片手にね楽しんでくださってる方もいて、ファルコ9回こんな感じでねドラムベース鳴らすことができて本望でございます。新旧問わずねグッドなドラムベースミュージック浴びせますんで、鉄さなかなとはピラインも控えてます。感じの未来そして新たな時代残りあなさつみんなにしたいタイAll time, all crew out there. Listen. 現在地京都とあるビッグシティ日射アンテナ張り巡らす日々点滅し続けるハイテク機器準備しとけさ熱が冷めぬうちにいつまでもそんなとこでのんびりしてる暇ないぜここはビッグシティ計画はもうか全てごきりそげ先々が変わらぬしに誘って飛び込む情報のグミ見る生い茂る密林の極地かき分ける人と光のグミフットワークと軽さが唯一の武器お前話して通路立って無理こびえてとことんモノ本主義目的のためなら冷酷無比今を楽しめマニュアルなど無視スーパードミューン25 baby Run at the chan Big to come in
Y2K スペシャル Y2K スペシャルあの日あの時知ってるぜってみんなにささこの一発あの時の BC あの時のバックコンパニープラネットダストあの時から何も変わってません2000年から2025年変わらぬ新年おといの執念明けましておめでとうございます新年2025スーパードミューンローカライズサイクオーバーもう一回この後ビレイン登場ですかつてない爆発力最後の会の夜をまだですよ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 今だEasy selectionがっつり12日2枚回転中忘れませんライブラビースーパードミューンBig up to Deeks in the building The one and only Villa in the building We got June That's the new road. That's the end. Run the track.
Localize take it over 記念すべき第1回目いかがお過ごしですか現場の皆さんそしてモニターの向こうの皆さんでっかい感謝そしてリスペクト今聴いてもらってるのが鉄質な会 KTT この手にいるのがビレインこの後のスペシャルゲストドラムベースは死んでません Yes it is 1月18日サーカス東京にてお待ちしてますビレインジャパンツアー25やはりドラムベースは健康にいいので大音量で聴かないとダメだなと Yes sir ハッシュタグドミューン皆さん読ませてもらってますコメントありがとうございますドロップして次の DJ いきますんでまだまだお付き合いくださいスーパードミューンマコマコさん熱いポストありがとうございます
ここまでは鉄次田中のブロディでお楽しみいただきました。ここからお待ちかねのスペシャルゲストでございます。Can you please show some love and make some noise for the one and only Belay!いよいよ今週末サーカス東京に降臨しますビレインスーパードミューンもちろん初お目見えThe original that's a new love Time and space
get me. Top shelf, good look, bad breeze. You can't say it with your chest. I never run up on your food and feed. We do road and trample the pavement. The powers that be have got a nastiest plan. What's good for the youth ain't good for the state. They wanna see man do hunger games like crew against crew. Me against me, they made our poverty into a big silver spoon. When we're hunting the food, no tolerance for the boys in blue. I saw the thing set my dog when you're born and raised in the ghetto. The streets will turn you into a
しいから何も変わらん。今更上げてるスピードも俺でも追いつかないからささらん。中途半端なハイプなライブじゃ物足りないからくだらん。あなたが敷いてるよ玉なしベースまだケース誰だ。いじめる相手が間違ってるから平和なもんでもマス書いてる。空気読む空気吸う俺はただこのライムをいぶしとす。ドンくさいんだよ腐れたビーチ配達バドン時代スイッチ。時間があるから付き合う乗ってる都市伝説トロイの木馬。ソンと初めからなしなぜか釣り返して枯れた狩り困惑するしないかしないはスッキリするまで磨くつけドンよトラウマドラマが無駄く叩いてパラレルはメイクラウサウンドクラウ一瞬イージーすぎる支配者。スタミナ使いなフラフロは出番じゃなければ近寄るな。光ってるステージだけ登れいい気に気がってる司会者。気づきな舞台はこのフロア出番がなくても明けなどはみんなブースが空いてるそこ登れスカッとするまで決めるまで。張り切り出すストライカー常識なしなステータスゲームセンスレス今だ急上昇急降下もろともの点重点を投下イントよミート合わせる信じる新規のそう振り切り出すカウンター張り切り出すストライカー常識なしなステータスゲームセンスレス今だ急上昇急降下もろともの点重点を投下イントよミート合わせる信じる新規の腐ってる暇すらわからんから売られっぱなし喧嘩かなわん安い DM いらないからブラジルまではさませ地球の裏までタイトファイト飛ばしたがりの嘘話黙ってりゃいきなりたがりこの令和のもんでも成長なし空気読む空気吸うこのスタジオなれなら俺が上中和通過するスピーカーズが調子のいいそうに毎週気づきな舞台はこのフロア出番がなくても開くなどはヘンとメンと向かって返せナビゲーションでDysfunction and suffering.
ここまではビレインでございました。ありがとうビレイン。アーティス最高やね。素晴らしかったですね。ちょっと空気ビッタ切ってね申し訳ないですけども、そろそろ締めにね入りたいと思うんですけども、何曲かね、かけさせていただいて、ローカライズオンスーパードミューン終了とさせていただく感じですね。第1回目ね。第1回目ということは第2回目もあるかもしれんぞということで、ぜひはい期待したいなと思いますけども、このような機会与えてくれてありがとうございます。改めて Once again アーティス改めビレインに大きな声を。1月18日今週土曜日でございますサーカス東京にてビレインジャパンツアー2025開催しますので、ぜひぜひお越しください。今日トークでね出演した、面々もプレイしますんで、ぜひぜひお越しください。では TT 次何かけて締めに行きましょうかねってとこなんですけども、ちょっとね数曲かけなければいけない曲がありましてですね。そうですね、いろいろちょっと告知事ばっかで恐縮なんですけど、やっぱりカルチャーをねリスペクトするものとして、これは告知1個しとかないといけないんですけども、ちょっと数曲だけお付き合いください。何の曲かけるかというと、ちょうどね昨年、春ぐらいにこの世を去った、MC コンラッド、日本でねドラムベース好きやっていろいろ掘っている方にはおなじみのね MC コンラッドの最新アルバムがね今週末金曜日にリリースされるということで、しかもチャリティーアルバムということで、そうなんですよ。誠くんとかね参加してるアルバムになってるんですけども、アルバムのね収益が全部コンラッドのご家族、そしてコンラッドファウンデーションに寄付されるっていうことなので、ぜひストリーミングでね一旦視聴するのもいいんですけども、ぜひちょっと購入していただいて、ぜひ、サポートしましょうというところですね。ちょっと2曲ぐらいかけます。はい、誠くん関連の今ね公開されてる DJ マーキー誠のリミックスの一発いきますか。よろしいですかね。
すいませんちょっとねぶった切ってあれなんですけどシングルいきましょう。そんなことでねこんな時間まで現場に残ってくれてる皆さんそしてオンラインでね視聴してくれてる皆さんありがとうございます。また次回も期待しつつRest in Paradise MC Conradあと今聴いてもらってるね楽曲手掛ける誠なんですけどもジャパンツアー中なんで今ロンドン在住なんですけども今日本に帰ってきて全国回ってます。ぜひぜひ我々ローカル切実な中そして数はいろんなドラムベースカルチャーお届けしていきますので今後ともごひいきにお願いします。改めて告知させてください。今週金曜日 MC コンラッドの最新アルバムリリースされます。コンナチュラルで検索してみてください。To Edema ロシアジュードはじめまして KM27 MCDT 梅さん Rapping Border Channel 宇川さんこの機会をありがとうございます。One music, one by one family. Nippon Tokyo から発信ドラマベースミュージック。おしかなんだってちゃらんで。もう一曲いきます。自分でブランディー。From the album.Natural Playback featuring Makoto Ritual 今週末リリースでございます。 MC コンラッドの最新アルバム Natural に収録されている一発手掛けるのはもちろん Makoto Yo!Drum machine, I remind, recognize, I'm a B-boy tree. We can do anything and we can stretch your toes. Penetrating the gate while your samples for payback. Make a nice life with a drum machine. I remind, recognize, I'm a B-boy tree. We can do anything and we can stretch your toes. Penetrating the gate while your samples for
You are locked in ドラムベース会議なんて毎日やってもいいだろうと聞きました。それそれそれバーナンツリーさんありがとうございます。ビレンよかった。ビートも肩にはまった感じじゃなく独創的ですごいよかったと。ドラムベースは全然死んでないねと。間違いないです。同意です。激しく同意です。スーパードミューン2025 baby let's go聴いてもらってるのがプレイバックって曲でございます。 MC コンラッドフィーチャリングマコートありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後の挨拶、哲司さんからお願いできればと思いますけども。というわけで第1回ドラムンベース会議、はい、ボリューム1ということで、はい、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして。ちょっとね、これは今回ニューロファンクやりましたけど、はい、ドラムンベースの魅力とは何ですか？すごいこと聞きますね。究極の質問ですね。でニューロファンクもあり、はい、リキッドファンク今みたいな、はい、ちょっとハウスを基調としたハウスっぽいドラムベースもありますし、いろんな楽しみ方がある究極のレイブミュージック、改めダンスミュージック、改め音楽ということでよろしいですかね。ドラムベースは全てのジャンルを表現できるという。なるほど。ラップもあるし、レゲエもあるしですね。ね、ロックっぽいのもあるし、はい、回重ねるごとにね、いろんなドラムベース紹介できればね、毎回そのサブジャンルをフォーカスして、いろいろやっていけたらなと思っております。はい、引き続きもしね、ローカライズって見かけたら、ぜひアクセスしていただけたら嬉しいですという感じですね。はい。じゃあ改めて出演者の皆さんに、でっかい感謝をお届けしつつ、ビレインマジでありがとう。そう1月18日彼の本番のセットがありますんでですね。ぜひぜひサーカス東京にお越しください。はい。あとビレインが置いていくアーティファクト、石もね探していただいて、探してくれる、はい、お願いいたします。はい、ではこんな感じで締めましょうかね。はい。貴重な機会与えてくださり、スーパードミューの皆様ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ピース。フライヤー出していただいてる。ありがとうございます。ぜひね、フライヤーのちょっとスクショなどしていただいて、そのままね、土曜日遊びに行く小ネタにしていただければなと思います。はい。今回ね、出演した誰かのX アカウントなどね、フォローしていただいて DM 送るなりメンションするなりしていただくと、なんかね、お得な情報もゲットできるかもしれないので、よろしくお願いします。はい、改めましてありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。Got your mom wondering. Burning
Pearls of a pedigree, another sound to soothe your con chemistry. Tears of a clown mixed with sweat, blood, energy. Things bringing me down and raising you up steadily. Prodigal son, recognizes a prodigy. Personified drums, broadcast tribally. Tune the bass to the tone of a rhapsody. Rhythm and blues, the soul of the strategy. Cause and effect, now I'm caught in a parody. Written the cast within the stone of the apogee. They can't handle me, they can't manage me. Rob up the troop, send in the cavalry. Can't change the course, head on with the rivalry. Battlefield overrun, none surviving me. Force of one, the remedy for victory. Spirituality kicks this old mind synergy. Battles the dictionary, live rock and roll, expeditionary visionary. When I go and check the imagery in 3D, I am programmed, hologram plan to set you free. We bring the raw, deep and basic, no class or no racist. The real drum and bass, check it, you must come see. Now that the walls have invaded, exploring you naked, X-rated the database of PTV. Come follow me, get within this rhythm. Simplify the command, get on your knees and your hand over the unforgiving. Vigilant algorithm, nightmare walking gully infantry. Don't bother me, financial done time with the dragons. Some of it isn't natural, some of it didn't happen. Some of it is the stuff you ever walk around. What under that is a trap to the underground. That's where I'll be. Oh Lord of mercy, mercy, mercy. We got your body started. We got your body started. How can we get back in the party, party, party? And money feeling. It's all coming up. Oh Lord of mercy. Coming in. Don't try to cage it up. Got your mind. Got your mind wandering. Back in the party. That's right. Don't try to cage it up. Let's break it out.
Today grieves, tomorrow grieves. Cover me over, light in leaves. Light in leaves. Light in leaves. Light in leaves. We have a saying here when you're nervous about something that you have butterflies in the stomach or butterflies in the tummy. Can you really honestly say that you did not have any butterflies in the tummy before you started?
on waking, think of the pleasures it holds for you.